みんな、元気なのだ。澄んだもんなのだ。今日みんなに紹介するのは、カリブ海に浮かぶ美しい国、セントルシアなのだ。実はね、世界にはたくさんの国があるけど、女性の名前が付けられた国って、実はセントルシアただ一つだけなのだ。みんな知ってたのだ。すごい豆知識なのだ。さて、今日はこのセントルシアから、とっておきのニュースを3つ持ってきたのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。学生の新たな行動規範に賛否両論という記事なのだ。学校の新しい身だしなみ規定、特に髪型に関する変更がセントルシアで話題になっているのだ。これがね、長年続いてきた差別を是正する歴史的な一歩って言われているんだけど、もっとよくできるっていう意見もあって、セントルシアの文化と多様性、そして植民地時代の歴史をどう乗り越えていくかっていう、すっごく奥深い話なのだ。ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。みんなで一緒にセントルシアの今を見ていくのだ。皆さん、今回はカリブ海に浮かぶ楽園のような島国、セントルシアをご紹介するのだ。小アンティル諸島に位置し、首都は美しい入り江が特徴のカストリーズなのだ。かつてはフランスとイギリスの間で何度も領有が入れ替わった歴史を持ち、1979年にイギリスから独立した立憲君主制の国なのだ。人口はおよそ18万人で、のんびりとした時間が流れているのだ。この国の最大の魅力は、なんといっても手つかずの豊かな自然なのだ。世界遺産にも登録されている双子峰のキトン山や、美しいビーチ、熱帯雨林が広がり、観光業が主要産業を担っているのだ。文化はアフリカ、フランス、イギリスの要素が融合したクレオール文化で、色彩豊かなカーニバルや陽気な音楽が暮らしに溶け込んでいるのだ。近年は、この貴重な自然環境を守るため、持続可能な観光やエコツーリズムに力を入れているのだ。セントルシアは、訪れる人を魅了してやまない特別な場所なのだ。一つ目のニュースなのだ。セントルシアのシーモスブーム、その陰に潜む問題、農家、輸出業者が警鐘という記事なのだ。セントルシアのシーモス産業は急成長しているけど、今、大きな問題に直面しているのだ。かつて世界最高の品質と評判だったのに、規制がなるくて競争が激しいせいで、その価値がどんどん下がってきているのだ。シーモスの輸出は毎年数百万ドルを稼いでいるのだ。でも、市場がバラバラだから価格は暴落するし、品質も落ちていると、農家や輸出業者の皆が訴えているのだ。業界の先駆者、ネムロット・ビスコームさんは、プレミアムだったシーモスが普通の製品になってしまったと悲しんでいるのだ。彼は農家を守るために、みんなで価格を決めて、もっと厳しい規制が必要だと言っているのだ。輸出会社のリリアン・ジェームズさんも、シーモスの栽培から輸出までのすべての工程を標準化することが大切だと話しているのだ。政府も品質管理の認証は始めたけど、まだまだ進んでいないのが現状なのだ。農家はシーモスの盗難や海水温の上昇、猿がサムといった環境問題にも悩まされているのだ。もしこのままだと、セントルシアの特別なシーモスというせっかくの評判と、経済的な可能性を失ってしまうと、関係者全員が警鐘を鳴らしているのだ。だから、統一された規制と標準化を早く進めることが本当に大事なのだ。二つ目のニュースなのだ。ジュリアン・アルフレッドのレガシー、新作ジュエリーラインで輝き続けるという記事なのだ。オリンピック金メダリストのジュリアン・アルフレッド選手を称える新しいジュエリーコレクションが発表されたのだ。ヤレスジュエラリーのエレノア・プロスペレさんが2025年10月11日にジュリアン・アルフレッド・レガシーコレクションを公式にお披露目したのだ。このコレクションはアルフレッド選手の素晴らしい功績を祝い、彼女のチャリティー活動を支援するのが目的で、売上の一部がジュリアン・アルフレッド財団に寄付されて、セントルシアの若いアスリートを育てるのに役立てられるのだ。デザ
アルフレッド選手がパリ2024で 100M 優勝した後に生まれたのだ。プロスペレさんはアルフレッド選手がセントルシアを世界地図に載せたことに感銘を受けたのだ。ジュエリーはオリンピック金メダルの六角形と放射状のデザインにセントルシア国旗や国の象徴を組み合わせた特別なものなのだ。ユニセックスのブレスレットやネックレスなどがあるのだ。プロスペレさんはアルフレッド選手とそのマネージャーの許可を得るためにお父さんが奔走してくれたことを明かしているのだ。そして2025年3月に3年間のコラボ契約が結ばれたのだ。彼女は子供の頃からジュエリーが大好きで、このコレクションに深い情熱を注いでいるのだ。アルフレッド選手の偉大なレガシーがきらめくジュエリーとして形になったのだ。3つ目のニュースなのだ。学生の新たな行動規範に賛否両論という記事なのだ。セントルシアでは教育省が新しい学生身だしなみ規定を導入したのだ。これで学校での外見基準と個性の表現のバランスを取ろうとしているのだ。特に注目されているのは髪型に関する変更なのだ。これまで制限されてきた長髪やドレッドロック、インターロックなども清潔で整っていれば許可されるようになったのだ。これは長年差別されてきた髪型に関する問題を解決する画期的な一歩なのだ。イアノラ・ラスタファリ推進評議会は植民地時代の偏見を正す歴史的な修正だと評価しているのだ。でもセントルシア発のローズ小学生であるラヒム・オーガスティン・ジョセフさんはもっと改善できると考えているのだ。アフロヘア許可や運用の透明性、学生参加の仕組み、差別的な意味合いを持つ言葉の見直しなどを提案しているのだ。この政策は伝統と多様性、そして植民地時代の歴史をどう乗り越えるかという重要な問いを投げかけているのだ。セントルシアは豊かな自然と文化が魅力の楽園なのだ。今回はシーモス産業の課題や金メダリストの功績を祝うジュエリー、学生の身だしなみ規定の変化など様々な話題をお届けしたのだ。様々な課題もあるけど、この素敵な国が輝かしい未来へ進んでいくことをずんだもんは応援しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。